皆さん、こんにちは。今日はもし消費税がなくなったら、日本国民の生活はどう変わるという興味深いテーマについてお話ししましょう。この動画では、消費税廃止の可能性とその影響について深く掘り下げていきます。まず、消費税とは何か、そして日本の財政におけるその役割について解説します。消費税は私たちが日常で支払う商品やサービスにかかる税金で、国の重要な収入源の一つです。しかし、この税金には賛否両論があり、その実態については多くの誤解も存在しています。次に、もし日本が消費税を廃止した場合にどのようなことが起こりうるかを想像し、そのシナリオを提示します。消費税廃止は一見すると消費者にメリットがあるように見えますが、実際には経済や社会に多大な影響を及ぼす可能性があります。その複雑な影響について一緒に探っていきましょう。皆さんにはこのもしものシナリオを通じて税金の役割や経済システムについて深く考えていただくとともに、未来に対する新たな視点を提供したいと思います。それでは早速本編に入っていきましょう。そもそも消費税とは、消費税は物やサービスを買うときに支払う税金です。例えば100円のジュースを買うとき、消費税が 10% だとすると、ジュースの値段に10円の税金が加わり、合計110円を支払います。この10円が消費税です。日本で消費税が導入されたのは1989年平成元年の4月からです。最初の税率は 3% でした。消費税は誰が払うの？消費税は商品やサービスを購入する消費者が払います。例えばスーパーマーケットで食料品を買ったり、レストランで食事をしたりするとき、その価格には消費税が含まれています。具体的には、消費者が商品やサービスを購入するときに、その価格に対して決められた割合の消費税が加算されます。この消費税は、最終的に商品やサービスを販売する店や事業者が国に納めますが、実際に税金を負担するのは商品やサービスを購入した消費者です。つまり、消費税は私たちが日常的に使うものやサービスに対して間接的に支払う税金と言えます。なぜ消費税が導入されたのか。消費税が導入された主な理由は、日本政府の財政安定化と税収の確保にあります。具体的には以下の点が挙げられます。1、税収源の多様化と安定化。経済の変動に強い安定した税収源を確保するため、所得税や法人税だけに依存しない税制が必要でした。消費税は国民の消費に基づくため、経済状況に左右されにくく、安定した税収が期待できます。2、社会福祉費用の増加への対応。高齢化社会の進行に伴い、社会保障関連の支出が増大しました。これを賄うためには、新たな財源が必要であり、消費税がその一助を担うことになりました。3、国際的な調和。他国でも広く導入されている付加価値税 VAT に準じる形での税制が求められていました。消費税は、国際的な税制の標準に合わせることも目的の一つでした。4、経済政策の一環。消費税の導入は、国の経済政策の一環としても機能します。税率の調整を通じて、消費の抑制または促進を図り、経済の安定や成長を目指すことができます。このように、消費税は日本の財政状況と社会経済の要請に応じて導入された税制です。なぜ消費税は上がり続けるのか。1、社会保障費用の増加。日本は高齢化社会で、年金や医療、介護などの社会保障に必要なお金がどんどん増えています。これらの費用を支払うために、政府はより多くのお金が必要です。2、国の財政赤字。日本政府は長い間、国のお金を借りて運営してきました。この借金財政赤字が非常に大きくなってしまっていて、これを減らすためにも政府はお金を集める必要があります。3、安定した税収の確保。消費税は、みんなが物を買うたびに支払う税金なので、景気に左右されにくく、安定して税金を集めることができます。これにより、国のお金の管理が安定しやすくなります。4、国際的なバランス。他の多くの国々も消費に関連する税金を取っています。日本も国際的な基準に合わせて、消費税を適切なレベルに保つ必要があるとされています。簡単に言うと、政府が必要なお金を集めるためと、社会保障などのために使うお金を確保するために、消費税が上がり続けているのです。経済への影響。メリットとデメリット。まず、消費税廃止による直接的な影響は国の財政への打撃です。現在、消費税は国の重要な収入源であり、社会保障や公共事業などに資金を供給しています。消費税がなくなれば、政府はこれらの費用を賄うために別の方法を見つけなければなりません。これにより、新たな税制の導入や公共サービスの削減が必要になるかもしれません。次に、
消費税廃止は企業や消費者の行動にも大きな影響を及ぼします。消費税がなくなれば、商品やサービスの価格が下がり、消費が促進される可能性があります。これは短期的には経済成長を刺激するかもしれませんが、長期的には国の財政不安定化につながるリスクもあります。最後に、消費税廃止は国際経済にも影響を与えるでしょう。日本が消費税を廃止すると、他国との貿易バランスに変化が生じる可能性があります。また、国内での消費増加が輸入品にも及ぶかもしれませんが、それが国際市場での競争力を高めるかどうかは未知数です。社会福祉と公共サービスへの影響。まず、消費税は日本の社会保障制度の重要な財源の一つです。消費税がなくなると、年金、医療、福祉などの資金調達に大きな影響が出ます。この財源が減少すると、政府は社会保障の削減や他の税金の引き上げを検討する必要があるでしょう。これにより、特に高齢者や低所得者層の生活に大きな影響が出る可能性があります。次に、公共サービスにも注目しましょう。消費税の廃止は、公共交通機関、教育、公共インフラなど、様々な公共サービスの資金に影響を与えます。資金が不足すれば、これらのサービスの質の低下や利用料金の増加が予想されます。特に地方自治体では、これらの影響がより顕著になるかもしれません。最後に、日本の高齢化社会における影響を考えてみましょう。消費税収が減ると、高齢者向けのサービスや施設の運営にも影響が出ます。高齢者の医療費や介護費用の増加に対応できなくなる可能性があり、社会全体でのサポートの仕組みを再考する必要が出てきます。市民生活への影響。日常からの視点。まず、消費税廃止は日々の生活費に直接影響を与えます。消費税がなくなることで、食品や日用品などの価格が下がり、生活コストの削減が期待できます。これにより、消費者はより多くの商品やサービスを手に入れやすくなるでしょう。しかし、これが経済全体の消費増加につながるかどうかは、国民の消費行動や心理に大きく依存します。特に注目したいのが、低所得者層への影響です。消費税は比較的所得に関係なく課税されるため、低所得者にとっては大きな負担となっています。そのため、消費税廃止は彼らの生活に大きな救済となる可能性があります。最後に、貯蓄や投資への影響です。消費税廃止により手元に残るお金が増えるため、貯蓄や投資に回す余裕が生まれるかもしれません。これは特に若年層や中間所得層にとっては大きなチャンスとなり、資産形成や投資への関心が高まることが予想されます。もし、消費税がなくなったらこんなことが起こるかもしれません。日本国民の反応。1、買い物大好きバザール。消費税がないということは、すべての商品がいきなり安くなるということです。おそらく、日本中のショッピングモールやデパート、オンラインストアが大盛況に、みんなが税金フリーだと言いながら、買い物カートを山のように積み上げて、レジに並ぶ光景が目に浮かびます。2、節約マスターから消費の達人へ。普段は節約に励む人々も、消費税がなくなると言って、突然、おしゃれなレストランで豪華ディナーを楽しんだり、長年の夢だった高価なガジェットを購入するなど、贅沢な消費を始めるかもしれません。3、税金フリー旋風。店頭には税金フリーの大きな看板がずらり、実際には価格がそれほど変わらなくても、税金フリーの文字に誘われて、人々が商品を手に取るシーンが増えそうです。4、旅行ブーム到来。国内旅行が一層手軽になるため、日本全国の観光地が賑わいを見せるでしょう。特に温泉地や人気の観光地では、消費税ゼロを前面に出した特別キャンペーンが目白押しになるかも。5、節約意識の転換。消費税がなくなると、節約のために使っていたエネルギーが、もっと生産的な活動や趣味に向けられるようになるかもしれません。家計簿をつける時間が減り、もっと創造的なことや自己投資に時間を使うようになる人も出てくるでしょう。海外の人の反応。1、日本ショッピングツアー。消費税がなくなると、海外からの観光客たちが日本での大規模なショッピングツアーを計画するかもしれません。エレクトロニクス、ファッション、日本の伝統工芸品など、税金フリーで買い物ができると聞けば、荷物が持ちきれなくなるほど買い込む光景が見られるかもしれません。2、税込み価格に驚愕。多くの国では表示価格に税金が含まれていないので、レジでの支払い時に価格が上がるのが普通。でも日本では、税込み価格がそのままの価格で、これに驚く外国人たちが続出するかもしれません。3、日本製ブームの再燃。特に高品質で知られる日本製品が、消費税がないことでさらに手頃な価格に、世界中からのバイヤーが日本製品を求めて押し寄せるかもしれません。4、ガジェット天国。特にテクノロジー好きの外国人にとって、日本はガジェット天国になるでしょう。
最新のエレクトロニクスを手に入れるために日本へ飛んでくる人たちが増えるかもしれません。5、ビジネスチャンスを狙う外国企業。消費税がなくなると、日本市場に投資する外国企業が増える可能性があります。日本でのビジネス展開がより魅力的になり、国際的なビジネスの動きが活発になるかもしれません。このように、消費税廃止は日本に対する海外からの関心を高め、様々な意外な動きを引き起こすかもしれません。もちろん、これはあくまでもポジティブシンキングです。実際には、税金の変更は様々な経済的、社会的影響をもたらすので、その効果は複雑になるでしょう。代替案と政策提案。さて、これまでのセクションでは、消費税廃止が経済、社会、そして市民生活に与える影響について考察してきました。このセクションでは、消費税廃止の代替案と政策提案に焦点を当ててみましょう。消費税廃止によって生じる最大の課題は、政府の財政赤字です。そこで、消費税以外の税収減を探求することが重要になります。例えば、炭素税やデジタル税など、新しい種類の税制を導入することで、環境保護やデジタル経済の進展に対応しながら税収を確保する方法が考えられます。消費税がなくなる場合に、MMT 現代貨幣理論を取り入れると、政府は次のようなアプローチを取ることが考えられます。政府の積極的な支出、MMT によれば、国が自国通貨を発行できる限り、政府は赤字を心配せずに、社会福祉や公共事業などにお金を使えます。消費税廃止による税収の減少を、政府がより多くのお金を使うことで補うことが可能です。インフレーションへの注意。政府の支出が増えると経済が活発になり、物価が上昇する恐れがあります。物価が急激に上がるのを防ぐために、政府はインフレをコントロールする必要があります。仕事の保障。MMT では、政府が最後の雇用者として、必要な時に人々に仕事を提供すると考えられています。この方法で、仕事がない人も働けるようになり、経済が安定します。税の役割の変更。MMT では税金はお金の価値を保ち、物価上昇を抑えるための手段とされます。消費税の代わりの税収減を探すとき、お金を集めることよりも、経済の安定とお金の価値を保つことに重点を置くことになります。MMT の考え方を取り入れると、政府はより大胆にお金を使うことができますが、物価の上昇などのリスクもあります。この理論はまだ多くの議論があるため、実際に採用する場合には慎重に検討する必要があります。次に、より公平な税制への提案です。所得税や資産税の見直しにより、より多くの所得を得ている層に対して適切な税率を適用することで、税制の公平性を高めることが可能です。また、資産や大企業に対する課税を強化することで、税収の偏りを解消し、より公平な税制を実現することも考えられます。所得税の進歩的課税の強化。進歩的課税。高所得者には高い税率を、低所得者には低い税率を適用する。税率構造の調整。現在の税率構造を見直し、特に高所得者に対する最高税率を引き上げることで、公平性を高める。資産税の見直し。資産税の導入または強化。富裕層の資産に対して課税し、税収を増やす。不動産や株式などの資産に対する課税。不動産や株式など、富裕層が持つ高価値の資産に対する課税を強化。大企業への課税強化。法人税の見直し。大企業が適切な法人税を支払うように、税制を見直す。税逃れの防止。国際的な税逃れを防ぐための措置を講じる。社会的公平性の実現。税収の再分配。集められた税収を教育や医療、社会福祉などに再分配し、社会的公平性を実現。中間層の税負担軽減。中間層の負担が門出ないように税制を調整し、広い層からの支持を得る。これらの提案は、所得の不平等を緩和し、税制の公平性を高めることを目的としています。税収の増加は、社会福祉やインフラ投資に活用され、国民全体の生活水準の向上に寄与することが期待されます。最後に、経済安定と成長への戦略についてです。消費税廃止による経済の不安定化を防ぐためには、政府の財政政策や金融政策の見直しが必要になります。財政支出の効率化や投資促進策、さらには教育や研究開発への投資を強化することで、長期的な経済成長を目指すことが重要です。日本銀行の金融政策の理念を物価の安定を図ることを通じて国民経済の健全な発展に資することとしています。簡単に言うと、物価が安定していると、経済が安心して動けるようになり、
それが経済の健康な成長につながるということです。経済を健全に成長させるために政府や中央銀行がインフレ率を約 2% に維持しようとする主な理由は以下の通りです。デフレーションの防止。デフレーション物価の持続的な下落は消費者が購入を延期することで経済活動を減速させ、失業率の上昇や企業収益の低下を引き起こす可能性があります。インフレ率を適度に保つことでデフレーションを防ぎ、経済の安定を図ります。経済成長の促進。適度なインフレは消費と投資を促進し、経済成長に貢献します。物価がわずかに上昇することで消費者は価格がさらに上がる前に購入する傾向があり、企業も価格上昇に伴い収益を増やすことができます。金利政策の柔軟性。インフレ率がある程度存在すると、中央銀行は金利を下げて経済を刺激する余地が増えます。一方、低インフレまたはデフレ状態では、金利をさらに下げることが困難になり、経済政策の選択肢が限られます。賃金と価格の調整。インフレは企業が実質賃金を調整するのを容易にします。物価が上昇する中で賃金を凍結または遅らせることで、企業は労働コストを間接的に調整できます。これは名目賃金の削減よりも社会的に受け入れられやすい方法です。債務負担の軽減。インフレは既存の債務の実質価値を時間とともに減少させます。これは政府や民間の借り手にとって債務負担を軽減する効果があります。引き続きご視聴いただき、この議論にご参加ください。今回の動画では、もし消費税がなくなったらという仮想のシナリオを通じて、日本国民の生活や経済にどのような影響が出るかについて深掘りしました。消費税廃止が国の財政、社会福祉、市民生活に与える影響を検討し、様々な代替案と政策提案を探求しました。税金は国の運営に不可欠な要素であり、その一部を取り除くと、それによって生じる多くの連鎖反応を考慮する必要があります。消費税廃止は一見するとメリットがあるように見えるかもしれませんが、長期的な視点で見ると、その影響は複雑で予測が難しいものです。皆さんはどう思われますか？もし消費税がなくなったら、あなたの生活はどのように変わると思いますか？また、政府は税収の不足をどのように補うべきだと思いますか？あなたならどのような代替案を提案しますか？そもそも税は国の財源ではなく通貨回収の手段という議論もよく見かけたりします。簡単に説明すると、政府は個人や民間企業と違って通貨発行権を持ち、自国のお金を作り出すことができるからです。まず国債発行で市場にお金を流通させ、後で税として回収する。先に分配しなければ回収することができないため、先に税金を徴収して財源にするやり方だと市場は資金不足に陥って回収ができなくなるからです。しかし国が通貨発行権を持っているからといってお金を生み出しすぎたら、世の中にお金が溢れすぎてハイパーインフレに陥ってしまいます。それが何かというと、おにぎり1個の価値が100万円相当になることです。そうならないように市場のお金を調整するのが税金です。つまり税金は国の収入や財源ではなく、市場のお金の量をコントロールする手段でしかないといったトピックが今の日本の政治や経済に影響を及ぼしていると考えられるので、税金不要派と必要派で意見が割れています。皆さんはどう思いますか？意見をぜひコメント欄で共有してください。この仮想のシナリオを通して私たちの社会や経済に関する理解を深め、より良い未来を模索するための議論を展開しましょう。またこの動画が気に入ったらぜひチャンネル登録といいねをお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。今回の話題についてさらに考えを深め、新しい視点を得ることができたことを願っています。ありがとうございました。